はい、弓道模型南條です。今日も特に来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。いやー、久しぶりじゃないですか、この感じのスタート。いやー、もうね、怒涛のゲスト会で、ちょっと顔出しが恥ずかしくなってきてるというまあそういうわけでもないんですけども、まあ、どっちが俺でどっちが特訓かみたいなとこあるけども。僕ピンクの。そう、ピンクでいいのそうなんです。今日は、あれですよ。このフィギュアを用意してるということはですよ。はい。ジオラマ会ですよ。おで、まあ、この2人に合った風景を作ってみようという回でございます。はいはい。じゃあカメラこっちに戻っていきましょうか。はい。こんにちは。改めまして。地球道模型南條です。いやー、なんか一人だとこう広く感じちゃうんだけど。もうね、ずっとゲスト来てますよね。はい。ありがとうございます。こんな時間ですよ。とっくんもまあまあお眠な。今日なんかとっくんのテンションちょっと要注意ですよ。本当に喋りながらグーグー行く可能性あるんでね。で、なんでそんな眠たい時に僕が呼んだかと言いますと、今回ちょっとこういう土台を用意しまして、で、さっきのオープニングにあったフィギュアを、ちょっとジオラマに。まあ秋ですから、なんかその木と芝とある風景でね、やっていきたいと思います。で、今回やるのはですね、これです。まず土台の芝です。初めての草原。初めてなんです。そうそうそう。これ初めてっていうのがいいよね。とりあえずこれ買っとけば安心っていう。この芝なんですけど、このボトルあるじゃないですか。このボトルでシャカシャカして、でその静電気でこう芝が立って、こうツンツンすると気持ちいい感じで立つんですよ。まあそれを今回ちょっとね、紹介できたらなと思って。はい。で、その次に加藤さんの感じのいい木が作れますんで、まあそれを全部ひっくるめて前編後編という感じでいきたいと思います。はい。じゃあ早速ね、もう行きたいと思います。寝ちゃダメよ。まず草原を塗る前のこの土台について説明なんですけど、これスタイロフォームです。発泡スチロールの目の細かいような感じで、まあホームセンターとか、まあもちろん地球堂にも売ってるんですけど、まあそれを着てます。で、着色は、この加藤さんの水底カラーのライトブラウンにしました。理由は、目の前にあったから。絵の具でアクリル塗料だったらまあ何でもいいと思うんですけど、まあ、これ結構いい色出てないですか？いや、割といい色出てますね。なんか砂っぽいんで、まあ、僕これ結構水底カラーと言いながらいろんなとこで使っているので、これおすすめです。なるほど。なんかね、調色加減がほんといいんですよ。で、これに、まず、ここに、草原のりっていうのがあるんですよ。これが製品化しているのがこれなんですけど、草原のり。大容量タイプなんですけど、これ開けたら、まあ白いのがこう入ってるんですね。で、これボンドと思ってるでしょ、とっくん。ボンドじゃないんですか？これね、甘いんですよ。これボンドじゃないんですよ。甘いんですか？甘いんです。いや、これ食べたことはないけど。違う。こら、寝てる。違う。そういうことじゃない。実は、普通の想像される木工ボンドとかと全然成分違いまして、普通のボンドって表面から乾いていくんですよ。で、この草原のりっていうのは内側から乾燥するので、芝を立たせた時にやっぱしっかり立ち続けてくれなきゃいけないんですよ、その乾燥時間の間に。で、表面から乾いちゃうとその草原がパタパタ倒れていっちゃうので、その芝をしっかりと立たせるための草原のりと。どんな感じにしようかな。木があって、まあそういう感じでね、想像しながら。希釈する必要とか全然ないので。もうそのまま使えるんですか？そう。なんか水で薄めた方がいいとか、あんまそんなこと気にしなくても。で、これ乾いたら透明になるので、じゃあもう安心して使ってください。こういうとこだけ芝があるとかよくある。ちょっと透明。そう。で、どれくらいの量かっていうと、全然下地見えるぐらいでいいですよ。まあ大体、まあ1回から2回ぐらい。なんか重ねてね。そう。あんまり厚ぼったいとね、こうやって地面が透けるぐらいで、全然いいと思います。はい、これで塗りのパート終了です。じゃあ次にですね、このボトルにいよいよ入れていくんですけど、その芝を立たせるって言った時にやっぱちょっと多少静電気が欲しいんですよ。だからこのボトルに入れてシャカシャカ振ることで静電気を起こして立たせようと。そういう仕組みなので、この中にその草原を入れてあげなきゃいけないんですよね。今ちょっとこれ容器に移してるんですけど、これなんか上語だっけ、あれで移したりすると
散ったりしないので楽です。芝のコツとしてやっぱり2色以上の草が入ってる方が良くて、初めての草原っていうのはもう最初からブレンドしてくれてるんですよ。あ、混ざってるんですね。そうそう、だからもう最初から表現が豊かな芝になります。まあやっぱり単色よりもいろんな色が混ざってる方がよりリアルなので、そういうのもなんか初めての草原のね、初めてやってみる人に優しい仕様になってます。情報は絶対にいる。うわー、これプラスチック容器だったからもうえらいことになってるこれ。あとはほら紙をこうね折ってね、昔のお薬みたいな感じで滑らした方が、これはね僕大失敗しますね。これは後でこう下に紙引いててよかった。割と結構大惨事大惨事になってる。いやいや、これはいかんいかんいかん。あ、でも静電気に非常に反応しやすい素材でできてるのだけはもうすごくよくわかる。これで、これで蓋してで振ります。でこれを8センチから10センチ高いところから振りかけます。今日の動画の最大の見せ場ここだからね。ちょっと待って、エアコン切ろう、エアコン。風が左に流れて左に流れていった。エアコンにも要注意ということで、はい、いきます。で、これもうはみ出す前提なので、なんか下に紙とか引いといた方がいいですよ。こうやって埋めちゃう。でこの余ったのはまた回収すればいいので、なんか振ってるだけでも出てくるので、容器をしっかり押しちゃうと風が一緒にこうやってポフポフしちゃうので、なんか目的に行かないので、なんかそう目的のとこ行きたかったらこうボトルを振るだけでこうやって上下に、ちょっとかけすぎたね。まあ全然これでいいと思います。で次にどうするかと言いますと、これをすぐひっくり返します。でこうやってほら、お、いいでしょ。なんかもうザ日本庭園って感じがしません？すごいいいでしょ。横から見てみて、これほら芝が立ってるでしょ、ここが。今乾いてないからまだ触れないですけど、でもうちょっとかけたいなと思ったらまたかければいいし、これのいいところは最後に固着剤みたいなのでスプレーした方がいいのかとか、多分そういうのを心配される方おられると思うんですけど、もうこれで終わりです。ね、すごい簡単でしょ。でこの白っぽいのはまだボンドが乾いてないので、これ乾いたら透明になりますんで、これほんと近くで見るとすっごい密集してるのが分かりますよ。これ芝が隙間なく、しかも立って置いてて、でしかも一色じゃなくていろんな色が混ざってるからすごい自然ですよね。すごいいいですね。本当に簡単。でこの余ったのはかき集めてボトルに入れてくれればまた使えますので。でやっぱ海苔がついちゃってダマになってるのはね、こうやって見つけたら捨ててもらって、なんか使えそうなとこだけ、まあ何回かやって、で塊になってるやつは何回やっても塊でポトッと落ちちゃうんで、まあ何回も使い回してもらって全然いいと思いますよ。簡単でしょ。簡単っすね。もう終わっちゃった。はい、じゃあ本当に簡単でしたが、さっとこんな感じで仕上がりました。全然難しくなくないんじゃないですか、とっくん。なんかすげえ簡単にできましたね。ね、なんか本当ね、上からパパッと振りかけるだけで、こんな風ですから。でこれちょっと注意してほしいのが、海苔の力相当強いんで、失敗したなと思って引っかいてもまあなかなか取れないです。だからやっぱ最初の草原海苔を塗る段階である程度レイアウトもう完璧に考えないとリカバリーは効きにくいのかなと思います。でどれくらいで乾くんですかっていう質問があるかもしれないので、まあ言っておくと、もう本当にこの海苔が白っぽいので、これが透明になればもう OK です。でその透明になったらもうぜひ指で触ってチクチク感を楽しんでもらえたらと思います。もう本当に芝なんでずっとチクチクしてますよ。僕が作った作品なんかもちょっとたまに見てはやっぱり触っちゃうよね。あ、これいいわ、このチクチクってなりますからね。はい。他にも製品がありまして、この初めての草原、あと初めての新雪、これ雪もあるんですよ、実は。雪もあるんですね。ね、いいですよね。雪も上から降らせて、だからふんわりとした。やっぱり雪ってなんかしっかりとね、押し付けて塗っちゃうとちょっと嘘っぽいじゃないですか。上からやっぱふんわりと持ってこその雪ですから。なるほど。これもね、
なんか機会があればやってみたいなと思うんですけど、でこの初めての草原はさっきも言ったように1色だともったいないので、なんか2色以上混ぜるのをおすすめしているので、市販で5種類ですかね。結構出てます。でお好みでブレンドしてもらえたらと思います。でこの初めての草原に入ってるキットはもう最初からブレンドされてますので、もうなんかザ・日本って感じの草原じゃないですか。ちょっと海外の草というよりは、もう日本の、日本人が好むようなっていうか、まあ日本でよく見る草原ですよね。っていう感じに仕上がっております。はい。まあ、こんな感じでジオラマを作ってみようの芝編ですね。はい。こんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いいっすね。